こんにちは、背景イラストレーターの神谷田照です。よろしくお願いします。現在はゲーム背景を中心とした商業活動の他に YouTube でのメイキング動画の投稿とか X でのブレンダーチップスの投稿など様々な創作活動も行ってます。制作手法としてはブレンダーでベースを作って Photoshop で最終仕上げをするっていうような工程になっています。結構ブレンダーが制作の8割9割ぐらいを占めてるなっていう風な印象です。じゃあそんな 3DCG のメリットデメリットについてお話ししたいと思います。メリットとしてはですね、3D モデルの複製再利用ができるっていうところが大きいかなと感じてます。例えばこの空港のイラストですとエスカレーターなんかたくさんありますよね。このエスカレーターも絵で描こうとしたらこの向きに合わせたエスカレーターの絵、この向きに合わせた絵っていう風に別々で描かなきゃいけないところを 3D だとモデルを一つ作って複製するだけで表現できると。そういった部分は本当に強いなと感じてます。構図を自由に変えられるっていうことで、シーンの中に 3D モデルを置いて、それをカメラで撮影してこの一枚絵に落とし込んでるので、カメラの位置を少し変えたり、角度を変えたりすれば、上から見下ろすような絵とか、下から見上げるような絵、いろんなパターンが作れちゃうのが 3DCG の強みですね。もう一つが、光の強さや角度に応じて質感や影も自動で決まるっていうところで、この絵の例だと、右上ら辺から太陽光が光を差してるんですけれども、それに合わせてヤシの木が影を落としたりとか、上を向いてる面なので光が強く当たってたりっていうのを物理法則に基づいて自動的に計算してくれる、余分な考えいらずに自動で作れるっていうのは本当に強いなと思います。同時にデメリットとして 3D モデルを作る必要があるっていうところも上がってくると思います。最終的には平面の一枚絵が欲しいだけなのに、逆に一次元上げなきゃいけないっていうのはデメリットだなと感じてます。ただそれゆえの自由度がたくさんあるっていうところがこのメリットですね。ということで講座の概要なんですけれども、最終完成品はですね、右下にある和風の背景になります。この背景自体はブレンダーでの作業と Photoshop での仕上げ作業両方でできた最終完成形なんですけれども、作業の比率としてはブレンダーが9割ぐらい、残りの1割 Photoshop での作業で仕上げに持っていくっていうことをしています。ここからは実際に講義で作るものを見ていきながら手を動かしていきたいなと思っています。それではレタッチについてということで講義の方を始めていきます。レタッチっていうのはですね、この後行う Photoshop でのレンダリング画像に対しての調整のことになるんですが、事前知識ということでどういったことをしていくかっていうのをお話ししようと思います。そもそもレタッチとはというところなんですけれども、レンダリング画像にペイントソフト等で後処理を行うことを指します。中でもやっていくことっていうのが、ブレンダーの中での表現が難しいものといった部分を中心に付け足していきます。一例として左下のがレンダリング直後の画像、左下にあるのがレタッチ後になります。見てわかる通り結構雰囲気が変わってますよね。どういった部分を中心に処理を行ったかというと、雲とか霧、花びら、背景の青空の部分に雲が追加されたり、少し霧みたいな表現とか、この中央にある木の部分に花びらが舞っていたりっていうものですね。もちろんブレンダーの中でこういったものは追加できないっていうことはないんですけれども、わざわざやるぐらいだったら編集に特化したペイントソフトでやった方がいいっていうことでやってます。ここからは実際に Photoshop の方を開いてですね、どういう風にレタッチを行っていくのかっていうことをお話ししようと思います。ではここからは第19項レタッチ実践ということで、Photoshop を使ってレタッチを加えて最終完成形へと持っていく操作をしていこうと思います。まず Photoshop のスタート画面開いたらオープンですね。イメージを選んで開きます。さっきのレンダリング画像が持ってくることができました。ここに他の画像、マスクなどの情報なども追加したいので、ファイルホルダーの方を開いていただいて、この中のデプス、グレア、マスクウィンドウ、アウトライン、これらを選んで、このキャンバス上にドラッグ&ドロップでこういう風に持ってきます。で、空白部分を左クリックしていただくと、順に綺麗に真ん中の位置にですね、それぞれの画像が用意できました。じゃあ一旦これらは表示にして、まずメインのこの画像ですね、レイヤー1っていう名前になってるので、わかりやすいように、メインと命名しておきます。ではここからツールを使って調整していくんですけれども、その前にメインを選んで右クリックして
スマートオブジェクトというものに変更しました。じゃあまたメイン選んだら、上の部分のフィルターですね。この中からカメラローフィルター、これを選びます。これは結構カメラの写真とかを編集するのに向いているツールではあるんですけれども、結構編集内容が事細かにあるので、自分はよくこれを好んで使ってます。じゃあそしたら全体の調整なんですけど、まず少し暗いと感じたので、これはエクスポージャー、露光量ですね。こういう風に持ち上げると明るさを調整できるので、プラス 0.5 ぐらいですかね。で、各項目上にこの目のマークがあって、これ長押しするとビフォー、離すとアフターと、調整前、調整後を比較することができます。あとはその下のコントラスト。ここも上げると明暗がはっきりしますし、下げると明暗がぼかしたような感じになります。今回はちょっとコントラストを強めてインパクトのある絵にしたいので、プラス10ぐらいですかね。で、あとはこういう提灯とか見ると、こういう部分少し白飛びしてて光が強すぎるので、そういう時はこのハイライトですね。これを下げる方向へ、マイナス30ぐらいとかにしておきましょう。この上の部分にヒストグラムっていうものがあって、これでどの色がどれぐらい含まれてるかっていうのも見れます。今もともとハイライトが0だった時っていうのは結構色味の成分が高い方向に寄ってたので、こういう風にですね、下げておくことで白飛びを抑えてます。あとはこのホワイト、この値も下げるとより強い部分も少し落ち着いた印象にできます。今やったことによって全体の露光量っていうのが下がったので、もう一回このエクスポージャーを少しだけプラス 0.60 ぐらいに比較してみると、全体的に程よいバランス感になったと思います。あと他に色味とか変えられる要素もあるんですけれども、今回明るさとかコントラストをいじっただけで、これで十分なのかなと思うので、これで OK として適用完了です。もしこの効果なくしたいっていう場合は、ここの目のマークを押せば、ありなし切り替えられますし、こうダブルクリックすることで、もう一回設定の項目変更できますので、これはお好きにこう調整をしてみてください。そしたらこの後、こういった書き出したマスクの画像ですね。こういったものを使って調整を行っていきます。まずは空の部分だけをマスクとして切り出して、そこに雲とか、あとは星を描いていきたいので、まずデプスの画像をですね、見えるようにしたら、チャンネルのタブに移ってもらって、コントロールキーを押しながら、この上左クリックすると、こういう風に選択ができてます。じゃあレイヤータブに戻って、今このデプスのこの画像も一旦非表示に新しくフォルダを作ります。グループ1というフォルダが作られて、その状態でこのマスクの画像ですね。これを押すと、このデプス情報の白黒情報をもとに新しくマスクが追加されました。このような具合ですね。マスクはオルトキーを押しながら左クリックすることでマスク情報だけを確認することができます。今やりたかったことは、ここから空の部分だけ切り出すっていうことなので、ここに調整を入れていきましょう。はい、オルトキーを押しながら左クリックでマスクのこの部分、この色味だけを選択したら、イメージからアジャストメントの中のスレッショルドですね。これは指定の色値の明るさで白黒と境界をはっきりと日化することができるものなので、このあたりだと白黒二分割されそうなので、220という色値で計してみます。すると今、背景の夜空の部分だけ白、それ以外は黒っていう風なマスクになりました。試しにここにレイヤーを一つ追加して、ソフト円ブラシなどでこう描いてみると、この夜空の部分だけ描画がされて、他には描けない、そういう風になってます。一旦今のは消してもらって、ここに星空を追加していきます。星空はこの汎用ブラシの中のソフト円ブラシを選んで、1ピクセルとか小さい値にしておきます。この状態でこう点を打つように空に書き込んでいきます。時折ピクセル数をこう1個上げた2ピクセルとかもたまにこう入れることによって強く光る星と少し弱く光る星みたいな差別化が図れます。あんまり一箇所に固まらないように意識しながら本当にマウスで点を置いていくようなイメージで星を描いていきます。ただあんまりこう全部が均等にこう離れていてもおかしいので、たまにこう、3つぐらい連続で近くに置いたりとか、そういった工夫もしながらやっていきます。縦の連続だけじゃなくて、横方向の連続、斜めとか方向なんかも結構意識して置いていきましょう。で、なるべく上を中心に置きたいですね。星空っていうのは、上の方がよく見えて、地平線に近い部分は明るくてあまり見えないっていうような特徴があるので、画面上の暗い部分を中心に星を散りばめていきます。だいたいこんなイメージでしょうか。じゃあ次に夜空にこう雲を書き足していくんですけれども、そのためにブラシをダウンロードします。リソースボーイ。そこにこのブラッシーズっていう項目があって、
でその中にですね、雲のブラシですね。こういうブラシがありますので、これをフリーダウンロードからダウンロードして使っていきます。皆さん、ここからダウンロードボタンを押してダウンロードしてください。じゃあダウンロードが終わったら、そのブラシを読み込んでいくんですけれども、読み込む方法としては、ここですね、ブラシの中の横のバーが書いてある部分を押して、インポートブラッシーズ。で、これで指定のフォルダの中にある、リソースボーイ、クラウドブラッシーズ。これを選んで、ロードとしてみてください。ロードをすると、こういう風にブラシが新たに追加されて、いろんな種類のですね、雲ブラシっていうのが使えるようになってます。そしたら、この雲ブラシを使って夜空に雲を追加していきたいので、新たにレイヤー追加したら、クラウドと命名しておきます。じゃあそしたらブラシモードの13番ですね。この雲ブラシを用意して、大きさを少し小さくしたら、こういうあたりに少し大きさも変化させながら、こうスタンプを押すようにポンポンとクリックしながら置いていきます。こんな具合ですかね。夜だとこういうあんまり上の方には雲はこういう形では出てこないので、あくまで地平線部分というか地面の部分、近い部分を中心に置いていきます。そしたら今これ目立ちすぎちゃってるので、消しゴムモードですね。ソフト円ブラシを選んで消し込んでいきます。花火なんかは目の前に雲が被ってるとせっかく作ったのが見えなくなっちゃうので、そういうところを避けるようにですね、こう雲を消し込んでいきます。上に行くにつれて夜空に溶け込んでいくように調整を入れていきましょう。で、ある程度消し込んだらまた追加してもう一回同じように整えていくっていう風な具合ですね。あまり目立ちすぎてもおかしいので、パッと見た時に雲があるなっていうぐらいの雰囲気でいいのかなと思います。これぐらいですかね。これでスカイを使った調整っていうのは終わりになるので、このフォルダは閉じて見やすくしておきます。そうしたら今度は元々のこのデプスですね。これを使って奥にかけて白く霞んでいくような空気遠近と呼ばれる処理を入れていきます。じゃあまたこの画像を使いたいので、チャンネルからコントロールと左クリックで範囲を選択したら、デプスの画像は1回表示にして、じゃあ新たにフォルダを追加して、今度はスカイの上ですね。このグループを選んだ状態で、このようなマスクを作っておきます。じゃあこの名前はデプスと命名しておきます。そしたら、まずは一旦ここに分かりやすいように色を乗せたベタ塗りのレイヤーを追加していきます。このボタンからソリッドカラーを追加して、じゃあ色は一旦強めの青色を選択しておきます。そうすると、今このマスクの効果が効いているので、奥にかけて水色が強くなっていくような表現ができてます。ただこれ、夜空の方にも被っちゃってるので、夜空の部分消したいですよね。なので、さっき作ったこのスカイのこのマスクをこっちにコピーしていきましょう。オルトキーを押しながら、このマスクをカラーフィル1、2で、これをイエスとすると、こっちにもマスクを持ってくることができました。ただ今このマスクっていうのが、夜空の部分が白、他が黒っていうことで、今やりたいのは夜空の部分だけかけたくない、効果をなくしたいということなんで、これを反転させていきます。じゃあこのマスクをダブルクリック、そこからこのインバート、これを押すと、これで反転できてるので、OK とすると、こういう風な白黒が反転したマスクが作れました。そしたら今度はこっちのベタ塗りの色を選んで、このモードをスクリーンに変えておきます。そしたら今度この色をダブルクリックで、じゃあここから調整を入れていくんですけれども、色味はちょっと水色、少しサイドは低め、これぐらいのグレー、少し青みがかったグレーみたいな色を目指して調整を入れていきます。一旦これぐらいですかね。これのありなし比較すると、こういう具合になって、奥にかけて白く霞んでいくような空気遠近の表現ができてて、奥行き感が強調されてます。ただ少し効果が弱いなって感じる場合は、デプスのマスクですね。これの白黒の範囲を変えてあげる必要があるので、これをオルト右クリックで選んでる状態にしたら、イメージからアジャストメントのレベルスですね。この真ん中のバーをこう動かすと、黒いのか白いのかっていうのを調整できるので、これぐらいですかね。1.20 ぐらいに変えて OK とすると、少し効果が際立ったのかなと思います。この状態でもう一回、このベタ塗りの色を整えて、あまりこう明るすぎてもおかしいので、こんな具合ですかね。これで程よい遠近感が出せたと思います。今距離に応じてマスクが白くなっていくっていう、このマスクが作れてるので、このフォルダの中に新しくレイヤーを一つ追加して、少し霧っぽい表現を追加しようと思います。今度はちょっと霧っぽいクラウドブラシの09番。これを使っていきましょう。ここら辺のこの家が集まってくる谷みたいな部分、ここら辺をめがけて軽くポンと置きます。で、今マスクの効果が効いてるので、完全な白ではなくて少し透明がかった感じで置かれてます。こういう風に軽く雲を置いて、もくもくさせたら、
また今度は消しゴムモードになってソフト円ブラシを使って消し込んでいきます。こういったくっきりした境界を少しぼかすみたいなイメージで消し込むとリアリティのある霧というかそういったような表現ができます。少し消しすぎたと思ったらまた追加して消してっていう風な繰り返しですね。ありなしを比べるとこういう風に霧がかった感じで少し秘境みたいな表現ができているのかなと思います。これで霧の表現は完了したので、今度はまた別のマスクですね。今度このウィンドウ、窓だけを抽出したマスク、これを表示したらチャンネルからまた同じようにコントロール左クリックでマスクを選択します。新しくフォルダを作って、そこにこのマスクボタンで正しくマスクが作れてます。じゃあまた新たにベタ塗りレイヤーを追加するので、ここからソリッドカラーですね。この窓はあったかい照明なんかが焚かれてるみたいな感じにしたいので、オレンジ系の色を設定しておきます。で、そしたら、モードが今、ノーマルなので、リニアドッチアド、これにして、そうすると今、少し内側から発光してるような雰囲気に変わりました。ここから色味を整えていきます。家庭的な照明になるように色味を決定していきます。これぐらいの色ですかね。あまり主張しすぎない程度に窓の内側に明かりが灯ってるみたいな表現が追加できて、これもありなしを比較するとこういう具合ですね。お窓に光が灯ったことでこう生活感とか活気みたいなものが出てきたなと思います。これでウィンドウの調整は終わったので、これもまたフォルダーは閉じておきます。そしたらあとはグレアの画像はそのまま下に持ってきて、これはモードを変えて重ねてみましょう。今ノーマルっていうことでこの黒い部分も表に出てきちゃってるので、これですね、ライトン。これに変えてあげると、ほんのり光ってる感じが提灯とか灯籠の部分に追加されて、結構幻想的な雰囲気に仕上がってます。これもありなし比較すると、こういう具合ですね。で、少し強すぎるなって感じたら、不透明度の値を 80% ぐらいに落としてあげるとちょうどいいのかなと思います。グレアを追加したので、合わせてこういう月みたいな発光体にもこうぼんやりと光の効果を与えたいので、じゃあ新しく、ここからソリッドカラー追加して、一旦白で OK しちゃってください。このマスクが全部白になってるので、ダブルクリックからインバートと。で、一旦全てが黒。つまり何もマスクがかかってない状態になりました。この状態でブラシモードのソフト円ブラシ。マスクが選ばれている状態で月の部分に軽くワンクリックで置くようにマスクを作ります。こういうようなマスクですね。そしたらここからベタ塗りの色味とか設定を変えていきます。設定はスクリーンにして色味をちょっとオレンジとか赤系の色ですね。発光体を表現するときは白く光らせるんじゃなくて色味を加えてあげることで発光しているっていうような表現にしています。ちょっと茶色っぽい色ですかね。こうしてみると月の周りだけこう赤みがかってぼんやりと光ってるっていうような印象を与えることができます。そしたらあとは他に使ってなかったものとしてアウトラインですね。これも追加していきます。ただ線画っていうのは普通輪郭が黒で表示されるのが正しいので、まずこのアウトライン選んだらイメージからアジャストメントでインバート。これで今白黒を反転させました。この上でこのレイヤーのモードをノーマルからマルチプライに変更すると黒色だけが今画像の上に乗っけられてオブジェクトの輪郭に線が追加されてます。これもありなし比較するとこういう具合で結構しっかり作ったこの組物の輪郭線とかがはっきり出てて三重の塔の構造とかもきっぱりわかるようになってます。引きで見てもアウトラインのありなしで印象が変わりますね。で、結構イラストみたいな雰囲気にしたいときは、この線画っていうものを追加してあげると、そういう雰囲気に落とし込めるので、あとはここの値を調整して、どれぐらい線画を載せるかっていうのを決めていきます。今回は 100% でも問題なさそうなので、100% でマルチプライで重ねています。そしたらあとは細かい調整を行いましょう。少しメインのこの三重の塔が主張が控えめなので、これを調整を加えていきます。そしたらこの調整レイヤーから今度はブライトネス、コントラスト、これを選択します。また例によってマスクが白なのでダブルクリックからインバートで一旦黒にしておきます。今度はブラシモードに入ってこのレイヤーを選択した状態でちょっとだけ一箇所だけこういう風に白色をつけておきます。で、今度はこの太陽のマークですね。この調整レイヤーのこのマークを選んでプロパティーズ、ブライトネスを一旦最大の150まで上げておきます。今からやりたいのは三重の塔だけをくり抜いたマスクを作るっていうことで、そのために今この効果がかかってる部分とそうでない場所が分かりやすいように明るさを最大まで上げた調整にしました。今度はマスクを編集していくので、マスクを選んだらブラシからソフト円ブラシの状態で
三重の塔を少しはみ出すぐらいにブラシで調整を入れていきます。この後調整するので大雑把に入れておいて大丈夫です。これでそれとなく三重の塔の周りだけマスクを作れたので、じゃあこっから今度は消しゴムモードですね。これに切り替えて逆にはみ出した部分を削っていきます。これも手動でそれとなくはっきりと境界を作る必要はないので、ぼんやりですね、三重の塔をくり抜くように消し込んでいきます。これで今三重の塔の部分だけをくり抜いたこういうマスクができたので、これで実際に調整を入れていくので、ブライトネスコントラストを選んだ状態のプロパティから、じゃあ一旦0にして、これが何も調整を入れてない状態ですね。ここから、じゃあ少し明るさを上げて、コントラストとかもいじってみてっていう風に調整を入れていきます。この時も引きで全体を見ながら、あんまり目立ちすぎちゃうとおかしいので、全体に馴染むような値で調整を入れておきます。これぐらいですかね。ブライトネスが20、コントラストが7っていう風な値で調整しました。比較すると、こういう風な具合ですね。さらに、三重の塔に視線を集中させるための工夫として、周辺原光っていうものを加えます。周辺原光っていうのは、絵の周りの部分を少し暗く落とす処理のことで、そうすることで、真ん中ら辺にあるものに目が行くっていうような効果ですので、これも新しくブライトネスコントラスト新たに追加したら、このマスクをダブルクリックからインバートで一旦黒にしておきます。そしたら、オルト左クリックでマスク選んで、ブラシモードですね。ブラシモードに変えたら、ちょっと周りだけこういう風にマスクを作っておきます。そしたら、またブライトネスコントラストの今度は調整の方に入るので、こっちのプロパティからブライトネスの値をマイナス20ぐらいに下げておきます。これで比較してみると、周りの部分が少し暗くなったことで、真ん中への集中、視線が集まるっていうような効果が生まれてます。少し範囲が広すぎるなと感じたら、消しゴムで軽く消して、またブラシで書き直すみたいな、こういうような具合ですね。これで周辺原光の効果が追加できました。最後ですね、全体的に明るさが足りないなっていう風に感じるので、今度は全体にかける用のブライトネスコントラスト追加して、ブライトネスの値、コントラストの値も少し上げたり。あと、サイドは十分なんですけど、サイドが足りないと感じたら、またこの調整部分から一番上ですね、これを選んで、この値をいじるという風にすると、サイドなんかも調整できます。やりすぎちゃうと結構どぎつい見た目になっちゃうので、プラス5ぐらいで変化があるかないかわかんないぐらいなんですけど、こういう風に調整を入れて、引きでも全体をちょっと見てみて、パッと絵を見た瞬間に、ここに三重の塔に違和感なく目線が集まるか引きしながら、この効果が強いなって思ったら、また少し調整を入れてっていうのを行って、これでレタッチの方が完了になります。今まで使ってきた調整したものたちを一括で選んで、フォルダーにこういう風に入れれば、ビフォーアフターが簡単に比較できます。こうしてみると、レタッチを加えたことによって、街の活気とか霧みたいな表現、幻想的な感じっていうのが追加されて、作品の印象っていうのが結構変わるのがわかると思います。